ルティメットホビーチャンネル。はい、どうもいらっしゃいませ。今日もよろしくお願いします。アルティメットホビーチャンネルです。今日はね、ハンドルの改造です。本革のハンドルカバーね、Amazon で買っちゃいました。はい。いろいろね、ハンドルカバー売ってるんですけど、中には本革って言って、合成ビニールのやつを送ってきたりするとこもあるんですけど、ちょっと高めのね、2000円ぐらいの本革の、ハンドルカバー買ってみました。ハンドルカバーって言っても、編み込みタイプで、これを、ちまちまと、つけていこうと思います。はい、ということで、切ります。ね、こんな感じで、切るんですけど、どう切ったらいいのかな。部分。買ったチタンコートです。で、金属定規です。100均です。はい、切りましょう。わあ、怖い怖い。ということで、ちょっと塗ってきます。今回は、2本針で、行こうと思います。靴紐をいうような感じでね、上から下に上から下にっていう交互に編み目に組んでいきます。はい。はい、ハンドル巻き終わりました。で、今度外して、なんかこう純正ハンドルのシルバーの色とかちょっとスポークの部分が、革が、間に合わなかったので、カーボン風にしてみようと思います。カーボンって言ってもね、いろいろあるんですけど、まあたまたまね、ダイソー行ったら良さそうなカーボンシートがあったんで、それにしてみました。なんかいかにもシールっていう感じじゃなくて、なんか本当にこうドライカーボンでできてるような出来上がりになりそうです。じゃあこれをこう貼り込んでいきましょう。はい、こんな感じで貼り込んでいくんですけど、ドライヤーで炙りながらね、こう曲げたり引っ張ったりしながら、巻いていかないと結構硬いんでね、このシールなので、ドライヤーで炙りながら、曲がったところとかつけないと、つきませんでした。なのでしっかりねドライヤーで炙りながらちょっともう伸ばしながらっていう感じで貼りました。
はい、こっちのハンドルカバーのホームボタンの裏側のカバーですね。ハンドルのこの裏側のカバーもカーボンを貼っていこうと思います。だからそこだけプラスチックだとね、なんか違和感あるんで、やっぱりこう全体的にカーボンに見えるように、裏も貼っていこうと思います。これがね難しかったです、正直。どうやって貼ったらいいのか分かんなくて、裏側の平らな部分にまずベターっと貼って、そこからまたドライヤーで伸ばしながら、全体的にこう切れ目がないように、貼ってみました。いや、これねほんとちょっと驚いたんですけど、100均の割には、粘着力が強力で剥げません。はい、このカーボンのシートは、なかなかおすすめかもしれないですね。おすすめって言っても所詮シールなんでカーボンのようには軽くできません。はい、カーボンの方が軽いんで、しょうがないですね。でも雰囲気だけとか、ハンドルが純正使っててなんかこう色が剥げたり退縮したりギタギタになったりしてるのはこのカーボンシートで隠せそうです。いや、なかなか気に入りました。エアバッグもなくなりませんし、カーボンの質感も味わえて一石二鳥ですね。これで今度次回また2年後なんですけど、このまま車検行ってみたいと思います。その時にねまた通ったか通らないかとかっていうのをまた今度、レポートしてみたいと思います。はい、こんな感じで車に装着してみました。いかがですかね。こんな感じで、つけてみたんですけど、なかなかかっこいいと思うんですけど、いかがでしょうか。もう僕としてはもう正直大満足です。高いなんかハンドルとか偽物のモモハンつけるよりはよっぽどマシだと思います。でハンドルもね、革ってやっぱりこう手に馴染むみたいで滑りにくいです。はい、あとハンドルカバーでただ上からかぶせてグリッとかぶせるタイプは太すぎてかえって手が疲れるんですよね。なので、こっちのタイプなかなかいいです。座り心地もいいし、ですね。こんな感じで、今回、カーボン風本革カバーを、巻いたハンドルできました。大満足です。もしよかったら皆さんもこんな感じでやってみたらいいかもしれないです。はい、あとですね、このエアバッグ付きの、ハンドルの外し方なんですけど、正面にねエアバッグがあるんですが、エアバッグ周りいじるときは、ヒューズを必ず抜いてください。はい、車によってヒューズの場所違うんでね、気をつけて外してください。ヒューズを外さずにやると万が一、爆発したりしたら困るんで、しっかりヒューズ抜いてね。あとホーン周りいじるんだったら、ホーンのヒューズも一緒に抜いた方がいいです。はい、あとエアバッグのねこのカバーの、外し方なんですけど、カプラーがちょっと変わってて、エアバッグ側の、カプラーを外すのは、ちょっとコツがいるんですね。ちょっと細いマイナスドライバーとかでこの黄色いカバーみたいなやつをちょっと上に持ち上げて、外さないとロックがかかってて外せないようになってます。あとハンドルのねコラム側の、カプラーはホーンボタンの方はカプラーは外れるんですけど、エアバッグ側のは外れないようになってるんで、エアバッグ側のねカプラーを外すようにしてください。
くれぐれもフューズは抜いて作業してくださいね、やる人は。はい。